皆さん、こんにちは。今日は、日本の地元の人だけが知っていることについてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。1、新幹線の通勤定期券。多くの人は地下鉄の定期券を知っています。定期券を使うと、決まった値段で通勤できます。ですが、新幹線の定期券はあまり知られていません。東京や京都で働きたいけど、米原のような家賃が安い町に住みたい人にとても便利です。2、区役所で休みの日に泊まる場所を借ります。昔ほど日本はとても高くありませんが、国内旅行はまだ高いです。こんなに税金を払っているのに、日本を楽しむべきだ、と思う人もいます。実は、楽しむことができます。区民保養施設、という制度があります。このサービスがあるか調べるには、まず、あなたの住む区役所と都道府県名を日本語で検索します。保養施設、区民保養施設、協定旅館という言葉も入れて検索してください。豪華ではありませんが、安く泊まる場所を探す良い方法です。3. ほとんどのカードはスマホに入れられます。今の若い日本人は、スマホを持っていないことはほとんどありません。だから、すべてのものをスマホに入れませんか？スマホで振り込みして家賃を払うことも、支払いアプリでクレジットカードのように使うこともできます。また、スイカやパスモのような交通カードもスマホで使えます。さらに、割引切符やお得な情報をアプリに入れると、お金を節約できます。4. KK 線は無料で使える高速道路の一部です。高速道路は関東地方を早く移動するのに便利ですが、料金がかかります。でも、東京の人は東京高速道路の中に KK ルートという小さい区間があることを知っています。その区間は銀座の近くで 2km 無料です。しかし、すぐに使えなくなるかもしれません。多くの部分が閉鎖され、東京スカイパークという公園に変わる予定です。今のうちに楽しんでください。5. 薬局はコンビニより安いです。多くのヨーロッパの国では、薬局は薬以外のものが高いです。そのため、外国の人は日本の薬局に行くのをためらいます。でも、日本の薬局は日用品を買うのにとても良いです。プロテインバー、ポテトチップス、飲み物、卵やパンなどが売っており、値段も安いです。6. スーパーや薬局のポイントカードはお得です。日本では、ポイントはお金のように使えます。多くの人は、ポイントが2倍になる日を待っています。スーパー、薬局、家電店などでポイントを集めることができます。また、レジの近くに、さらに割引になる紙があることもあります。7. ホビーオフ、ブックオフ、ハードオフはあまり知られていません。多くの人は、古本屋のブックオフを知っていますが、ハードオフとホビーオフもあります。ホビーオフは、あなたの趣味に関係するものが買えます。フィギュア、カード、アニメグッズなどがあります。ハードオフは、安い家電製品が買える店です。中古品でも、多くは保証があります。でも、店の真ん中にあるパソコンやカメラは、古い部品取り用のものかもしれません。8.
新幹線で紙の切符を使わないでお金を節約します。新幹線では、紙の切符を使わずにお金を節約できます。エキネットやスマート EX などを使うと、行列に並ばずに切符が買えます。例えば、大阪から名古屋までの運賃は、スマート EX で5670円で、普通は6670円です。9. 立ち飲み屋は一番安い飲み物があります。街を歩くと、薄いカバーでお店が隠れていることがあります。そのカバーを開けると、立ち飲み屋があります。ここでは、すぐに飲むことができ、座らなくても大丈夫です。値段も安いです。大阪の難波では、ビールが200円から300の店もあります。もし、もう少しかっこいいものが欲しければ、天満の立ち飲みワインバーもあります。10. コストコに行けない？会社に買ってもらいましょう。コストコは、米やパスタなどを安くたくさん買える店です。しかし、多くのコストコは、車がないと行きにくいです。そこで、代わりに買ってくれる会社があります。東京の下北沢のストックマートや吉祥寺のバルクフーズなどがあります。また、ナショナル麻布やナショナル電園も、オンラインで同じサービスをしています。1. 新幹線の通勤定期券。多くの人は地下鉄の定期券を知っています。定期券を使うと、決まった値段で通勤できます。ですが、新幹線の定期券はあまり知られていません。東京や京都で働きたいけど、米原のような家賃が安い町に住みたい人にとても便利です。2. 区役所で休みの日に泊まる場所を借ります。昔ほど日本はとても高くありませんが、国内旅行はまだ高いです。こんなに税金を払っているのに、日本を楽しむべきだ。と思う人もいます。実は、楽しむことができます。区民保養施設という制度があります。このサービスがあるか調べるには、まず、あなたの住む区役所と都道府県名を日本語で検索します。保養施設、区民保養施設、協定旅館という言葉も入れて検索してください。豪華ではありませんが、安く泊まる場所を探す良い方法です。3. ほとんどのカードはスマホに入れられます。今の若い日本人は、スマホを持っていないことはほとんどありません。だから、すべてのものをスマホに入れませんか？スマホで振り込みして家賃を払うことも、支払いアプリでクレジットカードのように使うこともできます。また、スイカやパスモのような交通カードもスマホで使えます。さらに、割引切符やお得な情報をアプリに入れると、お金を節約できます。4. KK 線は無料で使える高速道路の一部です。高速道路は、関東地方を早く移動するのに便利ですが、料金がかかります。でも、東京の人は、東京高速道路の中に、KK ルートという小さい区間があることを知っています。その区間は、銀座の近くで 2km、無料です。しかし、すぐに使えなくなるかもしれません。多くの部分が閉鎖され、東京スカイパークという公園に変わる予定です。今のうちに楽しんでください。5. 薬局はコンビニより安いです。多くのヨーロッパの国では、
薬局は薬以外のものが高いです。そのため、外国の人は日本の薬局に行くのをためらいます。でも、日本の薬局は日用品を買うのにとても良いです。プロテインバー、ポテトチップス、飲み物、卵やパンなどが売っており、値段も安いです。6. スーパーや薬局のポイントカードはお得です。日本では、ポイントはお金のように使えます。多くの人は、ポイントが2倍になる日を待っています。スーパー、薬局、家電店などでポイントを集めることができます。また、レジの近くに、さらに割引になる紙があることもあります。7. ホビーオフ、ブックオフ、ハードオフはあまり知られていません。多くの人は、古本屋のブックオフを知っていますが、ハードオフとホビーオフもあります。ホビーオフは、あなたの趣味に関係するものが買えます。フィギュア、カード、アニメグッズなどがあります。ハードオフは、安い家電製品が買える店です。中古品でも、多くは保証があります。でも、店の真ん中にあるパソコンやカメラは、古い部品取り用のものかもしれません。8. 新幹線で紙の切符を使わないでお金を節約します。新幹線では、紙の切符を使わずにお金を節約できます。エキネットやスマート EX などを使うと、行列に並ばずに切符が買えます。例えば、大阪から名古屋までの運賃は、スマート EX で5670円で、普通は6670円です。9. 立ち飲み屋は一番安い飲み物があります。街を歩くと、薄いカバーでお店が隠れていることがあります。そのカバーを開けると、立ち飲み屋があります。ここでは、すぐに飲むことができ、座らなくても大丈夫です。値段も安いです。大阪の難波では、ビールが200円から300の店もあります。もし、もう少しかっこいいものが欲しければ、天満の立ち飲みワインバーもあります。10. コストコに行けない？会社に買ってもらいましょう。コストコは、米やパスタなどを安くたくさん買える店です。しかし、多くのコストコは、車がないと行きにくいです。そこで、代わりに買ってくれる会社があります。東京の下北沢のストックマートや吉祥寺のバルクフーズなどがあります。また、ナショナル麻布やナショナル田園も、オンラインで同じサービスをしています。